玄関入って、こういう京町家はね、比較的珍しくなってますね。玄関から一直線に本来ここに土間があったんじゃないだろうかと。非常に歴史深い土地であり建物であるというふうに思います。皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、京都は鷹ヶ峰、古くは室町幕府足利時代に非常に著名であった刀剣のですね研ぎ師芸術家本阿弥家にゆかりのある土地、そういったところにある不動産をご紹介させていただきます。建物をご覧ください。そうですね、京町家の特徴を持っている建物であります。ただもう建物築不詳なのでいつ建ったか現時点ではわからない建物です。これは、出格子と呼ばれるもので、格子が前に出ているような、外から見ると中がなかなか見えにくいように、そういうふうな工夫がされつつ、風通しは非常にいいというような古来の知恵が生かされています。で、2階部分ですね、2階部分の土壁の部分を見ていただきますと、屋根がこう勾配がかかって非常に低くなっている。で、この外観からですね、いわゆる虫かごのように見えるということで、虫小窓と呼ばれているような建物になりますね。あとそうですね、特徴的なところで申し上げますと、格子の窓に、こういった腰板ということで、非常に木目の風合いがしっかり残っていて、月日が経って年月が経っても美しい魅力を感じさせていただけるような衣装になってますね。建物の側面も見ていただきたいと思います。こちらが建物の側面になります。西側の部分ですね。西側なんで非常に日当たりが強くなる部分ですけども、よくね、京都の不動産ご覧になられている方、よくご覧になられることもあるかもしれないですけどね、この壁面の部分によく焼いた杉、ちょっと焦げたというか、焼いた杉がこう施工されていることがあります。耐候性、雨風ですとか日当たりに非常に強いような、腐りにくいというような特徴があって、これももう何十年も前に施工されたものだと見受けられるんですけども、それでもまだ一部しっかり残っていると、ちょっと炭化しているようなところね、その下にはですね、土壁が見えてきていると、これも補修がすぐにでも必要な状況ではあるんですけども、一つの趣として、しっかり直してもらえればね、美しい風合いをまた出してくるんじゃないかと思います。じゃあいよいよ中に入っていただいて、はい、では失礼いたします。失礼します。2ポイント。はい、ここが、玄関部分になりますね。例えば天井なんかは建築されてから後に施工されている、増築されているような部分になって、この辺り見ていただくと、もう古い柱がしっかりこうそのまま残ってますね。壁はもともと土壁の上に漆喰を貼られている、そういうような状態になってます。はい、もうこの辺はもう納屋になってるんですが、物置、これは増築されている部分ですね。古い建物の状態で申し上げますと、玄関を入ってこう土間がこうあるというような建物の構造を残してますね。はい、で、見ていただくと井戸、玄関が入って井戸がまだある、こういう京町家はね、比較的珍しくなってますね。もうほとんど利用されることがないんで、だいたい井戸はもう塞がれていることが多いです。はい、で、井戸があるっていうことは、やはりここで水を利用されて、生活をするということで、この近くにもともと奥戸さんであったりとか、料理をされるところもあったと。で、料理をされるということはやっぱりこう熱が出る、火を使われるんで、熱が出るということは、こういう柱とかも炭化していく、黒ずんでいくんですね。で、天井を見ていただきますと、火袋ですね。普段生活をしていただく中でですね、料理をここでされたりですとか、ここで熱を起こすと室内中熱くなりますね。そういったものを熱を逃がすために火袋という形の構造をとって天井を吹き抜けにしてしまうと。で、ちょっと見えにくいんですけど、上の方ですね、あそこから熱い熱を逃がすような構造になっています。すなわちここで料理をしちゃうとですね、柱がですね、針がですね、黒ずんでいく、炭化していくというやっぱり特徴になっているんで、やっぱりこう調理場の近くっていうのは余計に黒ずんでいることが多いです。じゃあちょっとこちらですね、こちらにつきましては、多分ね、増築になると思われます。今となっては建築当時の状況を把握することはなかなか難しいんですけども、構造上ここの位置というのはですね、屋根があって軒の下あたりになるんで、
後にですね部屋内を広く使いたいということで外に調理スペースを持ってこられたのかなというふうに想像されます。ちょっと正確にはわからないところではありますけどね。とはいえですね、ここを一直線に土間を構成されて、通りには奥庭につながるように増築もされているということで、はい、本当はここからおそらくねお庭に出れるような構造だったと思います。しかし、ここもですねこれ新しい、梁に新しい、構造物建物、ここにお部屋を作っていらっしゃるので、ここも増築、先ほどの小屋裏の仕組みと比べてみていただくと分かりやすいんですが、どうしてもこう新しいような状態になってますね。はい、はい、ここから、裏庭につながっていく回廊になっています。はい、じゃあお部屋の方に戻っていきましょう。はい、こちらも増築部分になりますね。玄関から一直線に本来ここに土間があったんじゃないだろうかと想定される場所です。理由としてはそちらに移動があったりとかいう状況があります。はい、でここは増築されているということですね。はい、どうやって上がった？そうか。じゃあちょっと一段小上がり上がっていただいてお部屋内の方をご覧ください。失礼いたします。2ポイント。玄関から一番遠い和室のお部屋になります。はい、一つ特徴的な作りで申し上げますと、濡れ縁の手前に障子があって、その上に、また障子のような縦の格子がある。これお皿間って言いまして、これも昔の方の知恵なんですけども、例えば雪が降ったりとかお庭の景色を雪とともに楽しむ、そういう風なためにですね、開け閉めができたりとか、下のこの部分から雪を眺めながらお茶を楽しんだりとか、そういった目的を持って作られてますね。一つ一つがねおしゃれにというか花鳥風月楽しむようなそういう風な作りになってますね。で広いこちら掃き出しの窓の方ですね、広く捉えてますよね。はい、ここから室内から一歩出ることで広いお庭の空間を楽しんでいただける。今お隣の家が擁壁工事で非常に現代的にはなってますけど、お庭をしっかり作っていただいたらね非常に落ち着いた空間作っていただけるんじゃないかなと思います。先ほどご説明申し上げた出格子の部分が一番この建物の奥から覗けるんですけども、外から室内を眺めた時はもう全く室内見えなかったですね。外からは見えないんですが、内側から外はねしっかりどなたが、来客が来たのかとかそういったことが分かるようにね、昔の方の知恵、素晴らしい、技術というか知恵ですね。じゃあ出格子のあったこちらのお部屋に立派な床の間を構成してます。床の間の構成ですね、あんまりされる動画ないんでご説明させていただきますね。床の間があって床脇って言いますね。収納ができるようなねスペースで床柱っていうのがあって、床の間には掛け軸をかけていただいたり、今日も非常に雰囲気のある壺が設置されてございますね。はい、これは出格子の部分で、こちらですね、あまりご覧になられることはないと思います。珍しいですね。いろりが設置されてます。ちょっと失礼いたします。で綺麗にしっかり炉が切ってあって、今でもしっかり使える状態ですね。いろりまたは炉と言います。こちらでですねお茶を立てていただくために、お湯を沸かしていただくようなもの、あるいはね寒い時に火鉢置いていただいたりとかでね活用していただけるものになりますね。いろりがある京町屋も今となっては珍しくなっています。それは後ほどご説明させていただくここのですね高ヶ峰本阿弥家の歴史にもつながっているところでもあります。2ポイント。この京都の北の地高ヶ峰は古くは室町幕府足利時代に、本阿弥家というのは刀剣の目利きで非常に優れた、一族であったというふうに伝承記録に残っております。そのうちのですね、本阿弥光悦という方がいらっしゃいました。本阿弥光悦は江戸時代徳川家康よりですね、この高ヶ峰の地を
譲り受けてですね、その伝統刀剣の目利きですとか洗脳利休から指導を受けたお茶の技術、そういったものをどんどん発展させて、こちらにですね当時でいう芸術村というようなものを作りました。でこの京町屋にもやはり古い歴史を伝承するかのようにこういったいろりがあったりですか、お茶が建てられるようなものがまだ残っているというような非常に歴史深い土地であり建物であるというふうに思います。では今回の物件たくさんポイントあったと思いますけれども、はい、ポイントをまとめていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。一つ目、京町屋のしっかりとした意匠が残っている建物でしたね。出格子、虫小窓、あるいは元々の構造である出し桁ですとか、腕木、そういったものもしっかり残っている趣のあるものですね。非常に特徴的なところがですね、引き違い扉、玄関の引き違い扉のですね腰板のところを見ていただいたと思うんですが、しっかり年輪を重ねた木目調のものが年輪がしっかり生き出ていると、古くなっても趣がしっかり残っているというところが特徴の一つでございます。2つ目ですね、ここ高上峰の地というのはですね、先ほどご説明させていただいた通り本阿弥家の歴史を引き継いでいるような芸術村というような側面も持っております。一つ一つの古いお宅にはですねこういったいろりですとか今でもしっかり残っているというようなところも特徴の一つとして挙げられます。3つ目ですね、土地がですね67坪ございます。67坪の今回角地の不動産になります。この土地の大きさ、そして建物の意匠、そういったものをしっかりと利用していただければですね、いろんなさまざまな用途でご利用いただけるんじゃないかなというところでございます。3つ以上まとめてご説明させていただきました。では本日の内見以上になります。はい、今日もありがとうございました。